夫の霊がまた浮気していると知ったとき、私は叫びも泣きもしなかった。ただ、ずっと気になっていた不動産の物件リンクを彼に送った。子供たちにここのマンションを2つ買い与えましょう。彼はメッセージを理解した。了解。私はすぐに不動産仲介に連絡した。明日、夫を連れて支払いに行きます。そうです。2部屋、一括払いです。長年の結婚生活で、私は一つのことだけに集中することを学んだ。それは夫のお金だ。しかし、彼は後悔に満ちている。家族の元に戻り、私とやり直したいという。もう遅い。この家での彼の役割は、もう ATM でしかない。1、夜遅く、ある女性から霊との密着写真が送られてきた。私は一瞬も動じなかった。初めてのことではない。私は写真を霊に転送し、それからすでに目をつけていたマンションのパンフレットを送った。子供たちにここのマンションを2つ買い与えない？高校卒業のプレゼントとして。その分譲マンションはちょうど発売されたばかりで、立地も設備も緑も申し分なかった。私はすでに母を2回も連れて見学に行き、2人とも気に入っていた。どうやって霊に支払わせるか考えあぐねていたところに、この女性が絶好の機会を手渡してくれたのだ。しばらくして、霊から返信が来た。わかった。私はすぐに仲介に連絡した。明日、夫を連れて支払いに行きます。そうです。2部屋、一括払い、娘と息子の名義で。翌朝、私は販売センターで待っていた。霊がようやく到着すると、彼の首の目立つ場所に赤い跡がついていた。あらあら、ずいぶん楽しんだようねと私はからかった。彼はツッコミを無視し、カードを手渡しただけだった。振り込みじゃダメなのか？なんで毎回わざわざ来なきゃいけないんだ？ダメよ、私は指を振っていった。それはできないわ。このマンションは子供たちへの贈り物で、彼らの個人資産になる。父親であるあなたが手続きするのが筋よ。将来、私が夫婦共有財産を横領したとか言い出すような紛争を避けるためにもね。霊は白目を向いた。わかった、わかった。俺がそこまでの人間じゃないのはわかってるだろ？彼がそこまでするとは思わない。でも人は変わる。初恋の頃、彼が結婚を裏切るなんて想像もできなかった。担当の仲介は満面の笑みで私たちを出迎えた。書類手続きはスムーズに何の問題もなく進んだ。販売センターを出ると、霊は車に乗るよう合図した。結構よ、死者で来たから。少し考えて、一言アドバイスを付け加えた。私が気にするのはお金だけよ。浮気は好きにしなさい、けどやりすぎないで。度が過ぎると私が欲しくなっちゃうから。そして私が怒ったら、取り返しに行かざるを得なくなる。そうなったらみんな嫌な思いをするわよ。霊は冷たく笑った。ずいぶんとおとなしくなったな。昔の君みたいじゃない。2、昔の私はどんなだったか？初めて霊の浮気を知ったとき、私は彼を殺したいと思った。霊と出会ったのは大学時代。恋に落ち、彼が起業するときも、一番苦しいときもずっとそばにいた。事業が軌道に乗り、会社が利益を出すようになってから結婚した。ごく自然な流れだった。間もなく双子を妊娠するという嬉しい知らせが届いた。あの頃、これが完璧な人生だと思っていた。妊娠後期になるまで。霊が浮気したのはその時だった。お腹が大きかった私は、事務所で彼と秘書が一緒にいるのを見つけてしまった。ショックと怒りで早産しそうになった。病院のベッドで何とか出産を遅らせようともがく私に、霊はベッドの傍らにひざまずいた。
A はあの女が誘惑したんだ。頼む、今回だけは許してくれ。浮気する男はみんな、そういうのだろうか？女のせいにする？自分には非がないかのように。ワルツは二人で踊るもの。二人とも吐き気がする。両親が駆けつけた。母は私の手を握り、苦痛に顔を歪め、父はレイの胸を蹴飛ばした。レイの両親でさえ激怒した。彼が反応するより早く、母親が強く平手打ちした。エーバはあなたの子供を身ごもっているのに。よくもそんなことが。罵声とレイの哀れな謝罪を聞きながら、私の心は引き裂かれるようだった。涙が止まらなかった。今さら後悔して何になる？愛情に亀裂が入り、もう二度と修復できない。償いとして、レイはすべての資産を私の名義に移した。彼の両親も多額の金を渡し、身体を上義にするように言った。間もなく、激痛の波に飲まれ、私は息子と娘を出産した。あの時期は人生で最も暗い時間だった。子供の誕生に喜びながらも、父親の裏切りに悲しみに暮れた。その痛みは言葉にできない。でも生きていかなければならない。私はすべての怒りをレイにぶつけた。彼を憎み、蔑み、毎日密かに呪った。彼はその時、教訓を得ただろうか？もちろん、そんなことはない。一度目がバレた後、レイはしばらくおとなしくしていた。しっかり家計を支え、子供を愛し、家庭を大切にしていた。両親は子供のためにもう一度チャンスをやるよう勧めた。しかし、犬は土砂物に戻るという。浮気は一度きりではない。3. 子供たちの1歳の誕生日パーティー当日、レイは遅刻した。電話にも出ない。嫌な予感がした。案の定、彼が到着すると、真っ先に目に入ったのはシャツの襟の口紅の跡だった。怒りが爆発し、私は彼を人気のない場所に引っ張り込んだ。どうした？レイはきょとんとした。どうしただって。私は声を潜めて震えながら、口紅の跡を指さした。今日は子供たちの1歳の誕生日パーティーだ。大勢の親戚や取引先を招待している。なのにあなた、レイ、浮気してたの？爪が手のひらに食い込んだ。レイは慌てて私の手を掴んだ。聞いてくれ、説明させて。私は手を振りほどいた。車に替えのシャツがあるでしょ。着替えてきなさい。今すぐ。鼻がツンとし、涙をこらえるのが精一杯だった。だが今日が何の日か思い出し、無理やり笑顔を作った。その夜、横見した。車中をめちゃくちゃに探し回り、ダッシュカムに目が止まった。レイはまだ否定しようとした。何もしてない。だが、二人のイチャイチャした笑い声が車内に響くと、彼は沈黙した。このクソ野郎、レイ。私は彼の方を強く叩いた。レイはタバコに火をつけ、グローブボックスからカードを取り出した。8万円入ってる。俺の気持ちも分かってくれよ。会社のプレッシャーで疲れてるんだ。彼が疲れてる？疲れてない奴がいるか？疲れてるからって浮気する言い訳になる？それなら私も他の男を探せばいい。レイ、離婚する。最後に冷たい視線を投げかけ、8万円の入ったカードを受け取り、家に帰った。4. もちろん、私たちは離婚しなかった。この件は、レイが私と子供たちに30万円分の金のアクセサリーを買うことで終わった。本当は別れたくなかった。子宝に恵まれるという言葉通り、双子が生まれてからレイの事業は急成長した。わずか1年で資産は夢にも思わないレベルに膨れ上がった。それに子供たちはまだ授乳中。仕事に戻るために子供を置いていくのは耐えられない。私の仕事は
彼の金を使い、自分を磨き、子供を立派に育て、みんなが豊かで安定した生活を送れるようにすること。これが私が長年彼の元に泊まっている理由だ。あの苦しい日々、レイは金で私の口を封じた。私と子供たちに車、家を買い、生活費をすべて負担した。私はためらうことなく金を受け取り、子供と自分に惜しみなく使った。乗馬、アーチェリー、ゴルフ、スキー子供が興味を持てば何でも習わせ、経験させた。最高の学校、最高の習い事に通わせ、全国を旅行した。この10数年、私はそんな生活を送り、レイの稼いだ金を使い、彼がもたらす利益を享受してきた。そして少しずつ私の心は彼から離れていった。二人の間に残されたのは純粋で単純な金銭関係だけだ。5. レイの嘲笑に対し私は自重気味に笑った。私はとても寛大なの。昔は若くてバカであなたと争ってた。安心して私は目が覚めた。さえきちんと取ってくれればあとは好きに浮気していいわ。ただ、病気だけはもらわないで。だって、あなたが年取ったら、私が面倒見るつもりはないから。言葉は露骨で、なぜか彼を苛立たせたようだ。エーバ、お前は今や金しか眼中にないのか？もちろんよ。金がなかったら、私と子供が今の生活を送れると思う？子供のことを思い、またせがんだ。お金、振り込んでよ。子供たちの大学入試が近いから気分転換に旅行に連れて行きたいの。それとエステの会費も切れるし。大きな出費を考えていると、レイはすでに50万円を私の口座に振り込んでいた。サンキュー、ボス。入金確認と同時に私は満面の笑みを向けた。金を払ってくれる限り、ご機嫌を取るのは苦ではない。それと、あと2ヶ月で試験よ。昨夜の件はきちんと処理して。子供に影響が出たら、私も両親も絶対に許さないから。心配するな、わきまえてるレイは嘲笑い、車の窓を閉めた。車が走り去るのを見ながら、私はただ首を振った。母は強し。子供に影響さえなければ、他はどうでもいい。だが、もし彼が子供を傷つけるようなことがあれば、地獄にでも連れて行ってやる。6. 仕事場に戻ると、2人の職人と弟子たちがすでに注文の旗砲を縫製していた。私は旗砲が好きだ。最初は専門店にオーダーしていた。例の浮気を知った当初、私は怒りを発散するため、好きなものに散財した。次第に自分で作りたいと思うようになった。子供が少し大きくなると、全国を巡って旗砲作りの技術を学んだ。使っていない物件に様々な布地と裁縫道具を詰め込んだ。子供が学校に行っている間、私はこの小さな天国にこもり、裁縫に没頭した。この集中した作業が私の心の傷を癒してくれた。母と姑に旗砲を作った。子供のお迎え、友人とのランチ、例の付き添いで来ていると、予想外に褒められることが多かった。皆、どこでオーダーしたのかと聞く。ひらめいた。例に商業施設を買わせ、自分で旗砲オーダーメイド店をオープンした。儲けは例がくれる額には及ばないが、自分で稼いだ金は気分がいい。一人では手が回らないので、二人の職人を雇い、弟子を二人取った。みんなに挨拶し、布地コーナーへ向かった。あと2ヶ月で大学入試だ。自分に縁起の良い旗砲を作り、子供を送り出そう。成績発表後は18歳の誕生日。娘の成人式用のドレスも作らなければ。布選びに没頭していると、入り口で物音がした。すみません、いらっしゃいますか？はい、おりますよ。みんな忙しそうだったので、声をかけ店頭へ急いだ。
そこには美しい若い女性が立っていた。一瞬視線があった。女の直感が告げた。昨夜、写真を送ってきた女だ。彼女は私を上から下まで見下ろし、手をさりげなくお腹に当てた。片方をオーダーしたいのですが。でも妊娠が分かったばかりで何かおすすめはありますか？採寸しながら雑談を始めた。妊娠の経過、つわりや体重増加がわからないので、フルボタンのタイプがおすすめですが。私が言い終わらないうちに、彼女は遮った。この子が生まれるかどうかもわからないんです。奥さん、私の子は生まれると思いますか？他の誰かの子ならもちろん産める。だが例の子なら私は許さない。女は私の手を掴んだ。奥さん、レイさんがあなたの言うことを聞いて別れたいって。でも子供は罪はない。あなたにもお子さんがいるから分かってくれますよね。約束する、子供が生まれたら絶対に邪魔しませんから。そう言いながら彼女の目に涙が浮かんだ。店内のみんなが視線を向けた。深く息を吸い、彼女を休憩スペースに案内した。レイは妊娠を知っているの？いいえ、知らない。わかった。家で待っていて。私からレイに話すわ。彼女のお腹を見下ろした。安心して。きちんと解決するから。女が去ると同時に、私はレイのオフィスに乗り込んだ。ダーリン、どうした？レイは驚いた。オフィスのドアをバタンと閉め、彼の方を叩いた。よくも私の子供たちの相続権を脅かす私生児を作るなんて。レイがどう浮気しようと私は気にしない。私の譲れない一線は子供に迷惑をかけず私生児を作らないこと。レイの財産は莫大で、その一線たりとも我が子のものだ。長年慎重にやってきたのに、子供が大きくなった今、こんな失敗をするとは。平手打ちにレイは呆然とした。子供？何の子供だ？まだ知らん顔するつもり？睨みつけ、もう一度叩いた。あの女が私の店に来て、産ませてくれと哀願したわ。レイの表情に理解が走り、曇った。俺はいつも否認してる。それに、付き合う前から家族がいると言ってた。お互い分かった上での関係だ。そんなことどうでもいいと冷笑した。この子は産ませない。あの女を堕胎に連れて行き、慰謝料を払いなさい。彼の股間を蔑むように見下ろした。レイ、あの小さなものが制御できないなら、切り取るかパイプカットしたら？浮気の心配もなくなるわ。レイの顔が青ざめた。エーバ。オフィスを見回し、こんな男がなぜ成功したのか不思議に思った。すぐに堕胎の手配をしなさい。今すぐに。